先輩お疲れ様です。エナエナレディオエナラジはい、ということで始まりましたエナエナのエナラジ。こんばんは、エナエナです。ちょっとね、前回までこんばんはっていう挨拶をしていなかったんですが、やっぱり挨拶は大事だなと気づかされることがありまして、改めてこんばんは。じゃあ早速お便りを1通紹介します。 YouTube にエナラジ更新されてびっくり、おかえりなさい、匿名さん。お便りありがとう。この人は匿名さんですが、エナラジを知っていておかえりなさいということはかなり長く知ってくれてる人じゃないでしょうかね。ありがとう。このおかえりなさいっていうのもすごい素敵な言葉というかね、挨拶として大切な言葉ですよね。だから自然とおかえりなさいって言える人は素敵だなって思いますね。この夏の一瞬だけかもしれませんが帰ってきました。ありがとう。ということで、挨拶といえば社会人の礼儀ですよね。ということでもう一通お便りをご紹介します。えなえなさん、こんばんは。久しぶりのエナラジ、とっても嬉しいです。久しぶりのエナラジで質問です。気づいたら社会人になって後輩も増えてきました。ですが後輩へ仕事を教えるのがとにかく苦手で困っています。人に物事を教えるとき意識していることはありますか？頭の中では分かっているのに言語化できないという私の悩みを解決してください。うるうるびっくり。なるほど、これは本格的なお悩み相談ですね。お便りありがとう。そう、君のメッセージを見てこんばんはっていうのがね、大事だということを再認識したんですよ。だからね、ある意味こんな社会人としての社会人の常識もないエナエナに相談してはいけない内容だとも思わなくもないけど、でも頑張って考えてみよう。まず社会人になってね、後輩も増えてかっこいいよね、先輩。だからね、やっぱりプレッシャーもねたくさんあって大変だと思うんだ。しかもこのお便りを送ってくれた時間を見たら夜中の11時13分ですよ。そんな時間まで仕事と後輩のことをね考えてお悩み相談を送ってくれて、先輩お疲れ様ですって本当にそういう気持ちになりますね。だからこの姿をそのまま後輩に見せることができたら、それはなんか言語を超えて伝わるものがあると思うんですがね。もしエナエナが君の後輩だったらね、こんな姿を知ってたら先輩僕も頑張りますよみたいな気持ちになるけどね。でもそういうね影の姿はなかなか伝わらないからもどかしいこともあると思うけど、でもそういうやっぱり態度、姿勢を見せるみたいなことはね必ず伝わると思うんだ。逆にそれは言葉にならないものだからね。でももし君が教育係でそれをね、なんかマニュアルを作って文字にして言語化して伝えないといけないとかだったら、それは大変だけど、それは言語化しないといけないことだろうけど、言葉にならないこともあると。続きは次回のエナラジで。